大阪のど真ん中にガネの卓球場がでっかくオープン。ワールドラバーマーケットショップもあるで。サーブには自信がある。レシーブさえ入ればもっと勝てるのに。悪魔に魂を売ろう。ディアボリックスペシャル。はい、ということで卓球台を大きく使わないサーブということで今回紹介させていただくんですけど、一体どういうこっちゃねんっていうのを皆さん疑問に思われている方多いと思います。で、どういうところが特徴なのかっていうと、もう絶対に誰でもできます。こちらのサーブなんですけど、もう本当にシェイク、ペン関係なくどちらでも使えるサーブになっているので、ぜひ覚えておいてください。ではちょっと試しにやっていきます。ただのこれただのこれここは試合、オールみたいな感じでちょっと展開してみたいと思うんですけど、今やったんですけど、卓球台全く大きく使わずに真ん中だけで勝負してるんですよ。書いてくれたもん。はい。で、これどういうことかっていうと、卓球台ってこっちが自分が大きく使おうとすると、グッチーさんも大きく使ってくるんですよね。そうですよね。例えば自分がこっちにサイド切るサーブとか使ったら、こっちとこっちに大きく使えるのが特徴なんですけど、だから大きく使えるから先に大きく使ったらグッチさんを揺さぶれる可能性はあるんですけど、取ってきたらやっぱね、逆に自分も大きく動かないといけないという大変なことが起こってきて、どんどん大きく動き合った結果強い方が勝つっていう、こういうラリーになってしまうんですけど、真ん中やっちゃうと、ちょっとじゃあグッチさんドライブ行ってもらっていいですか。ちょっとサーブ出します。露骨に真ん中から真ん中ってください。真ん中から真ん中にこうサーブ出されるとちょっとこう真ん中に行っちゃうんですよ。で、逆に真ん中に行ってちょっと体打ってきて大きくなったなって思ったところを大きく使ってみたり、そうちょっと自信なかったらもう一回真ん中って勝負して崩れるのを待って、はい崩れたサイドみたいな感じでやっていくとめちゃくちゃ効きます。ではまず1つ目、1つ目はサーブをできるだけ出るか出ないかのコントロールをしっかりできるようにしておくっていうのが大事になります。これ下回転サーブですね。下回転サーブでちょっとね、今みたいにギリギリ出るような感じとか、逆にちょっとこうギリギリ出ないっていうような形、ここがしっかりあるだけで、やっぱりね、ただ真ん中だけに掘ってたらグッチさんもしっかりできたらドンって体入ったらね、大きく使えたり球早く打てちゃうので、一番距離のないところから距離のないところに打つんで、グッチーさんもあんまり広く卓球台を使えないようにしたいっていうことで、この出るか出ないかのコントロールっていうのができるといいと思います。で、大きく使うずるい卓球で、もう一回こうやって真ん中勝負っていう感じですね。で、大きく使うずるい卓球で、もう一回こうやって真ん中勝負っていう感じですね。続いて2つ目のポイント。これ今本当に今結構真ん中からこの真ん中のラインぐらいから出してるんですけど、ここからだけ出すっていうよりはほんのちょっとこっちに動いてみたり、ちょっとこっちに動いてみたりするんですよ。そしたら地味にグッチーさんからしたら違うサーブに見えるけど、こっちは一緒なんですよ。こっちはなんか大した動きないじゃないですか。しかも大体真ん中から真ん中にサーブ出すってことはこっちも攻める気ないんで、もう両ハンドでこうこなしていこうみたいな、崩れたらこっちから仕掛けるよみたいな展開が多くなってくると思うんで、こっから真ん中に出してみて、こういう左に持っていったり、ちょっとこっちの方からでもやっぱり真ん中に出してこういう展開してみたりっていうブロックカウンターとかの展開が特にやりやすいで、ちょっと攻撃が上手な方とかやったら、攻撃の展開につなげていけると思います。ここから
真ん中に出してみてこういうラリーに持っていったり、ちょっとこっちの方からでもやっぱり真ん中に出してこういう展開してみたり。こういうフォアに来たらちょっとカウンターで打っていくみたいな、なかなか、これ回り込むっていうのはちょっと難しいと思うんですけど、フォアに来たらしっかりカウンターで取りに行くっていうのもできると思うんで、一気やったらもっときついと思う。こう打ってこっからドーンって打たれるから、よりこう詰められるような形になる。フォアに来てくれた時の方が楽かなと思います。じゃあ続いて3つ目のポイントなんですけど、3つ目はちょっとこのサーブのポイントっていうよりは、このサーブやっぱりサービスエースが取れるわけじゃないサーブなんで、ちょっと浮いてきたりとか、ナックルとか混ぜたらちょっと浮いてきたりして攻める展開にもなるんですけど、基本的にはラリーからどう取っていくかっていう展開の方が多いと思います。なのでちょっとラリーのところ説明していくんですけど、ラリーになった時できるだけ自分の得意なフォアかバックやったらもうフォアかバックどっちか自分の中で決めておいて、自分やったらバックなんですけど、ミドル対ミドルの勝負になるんで、ほとんどできるだけ切り返さないように勝負していく。多分グッチーさんはこいつ何してんねやろうって思って、なんかそんな真ん中集めるってなって結構ねこう切り替えちゃうんですよ。さっきもこうラリーした時とかね、こう勝手にこうみたいなので切り替えるんですけど、切り替えてると真ん中で距離ないから遅れてきて、先にポンっていかれてわーみたいになって、最後ちょっと甘めにポンっていっても崩れてくれるっていう展開になるんで、そこで自分もこうやってしっかり切り替えたら自分もこうやって下がっていくみたいになっちゃうから、できるだけ自分は切り替えないようにこう徹底してこういう感じでとか、フォアが得意やったらこういう感じでおいおいみたいな感じで言ってもらって、で崩れたこうとか崩れたこうとかってやっていくとめちゃくちゃ点数取れるんで、そこら辺の方覚えておいてください。もうだからもうね、フォアがねもうみたいな。でも今の良かったけど、パターン。そうバック硬くなるんですよ。でグッチーさんはこう迷うっていう自分が行くときは逆に本当にしっかり大きく使う方がいいです。でナックルとかから混ぜてちょっとふわって浮いたものとかはしっかり大きく使う。これ逆にこう甘い球を甘く真ん中に返しちゃうとグッチーさんにドーンっていかれると思うんで、そこは注意しておいてください。